どうも、こんちゃ。先週動画が投稿できない的な話をしたんですけど、いきなり投稿しちゃってるんすよね。それで、2年前にパテックフィリップのイベントがあったじゃないですか。ウォッチアートグランドエキシビション。当時、行ってきまして、動画にしようと思って作ったんですが、諸事情でボツにしちゃってたんですよね。そういえばそんなのあったなぁと思い出して、掘り起こしまして、再編集して復活させてみました。まあ、いろいろな意味で今更感はあるんですが、当時の私のトーク力を信じてみたいと思います。それではどうぞご覧ください。やあみんな、こんにちは。僕ミッキー。僕この前東京で開催されたパテックフィリップのウォッチアートグランドエキシビションっていうイベントに行ってきたんだ。このイベントってさ、無料で見れるんだよね。すごいよね。僕のいる千葉県にある夢の国なんてさ、入るのに1万円以上かかるんだよ。なんて良心的なんだろうね。でもね、僕はこうも思うんだ。僕のいる夢の国では行列に並べばアトラクションに乗れるよね。でもパテックフィリップは時計が欲しくても列に並べさせてすらもらえないんだよ。君たちはどっちが本当に良心的だと思う？いや、失礼なこと言うな。ガハッ。茶番はこの辺りにして。どうもこんにちは、会長です。さて、先ほどミッキーが言ってましたけど、会長、パテックフィリップのウォッチアートグランドエキシビジョンに行ってきました。イエーイ！しかしですね、バーチャル世界の住人がどうやってリアルのイベントに行けたのか、この辺りは幻想と矛盾が混ざり合っていてファジーな感じなので、軽くスルーしてもらえればと思います。それでパテックのイベント行ってきたんですけど、問題がありましてね。何かっていうと、会長パテック持ってないんですわ。このイベントってパテックつけてない人は人権ないじゃないですか。いや、そんなことはないですよ。ガハッ。それでちょっと迷ったわけですよ。会長が持っている最高の力で挑むか、いっそのこと何もつけないでいくかで、結果全力を出して行ってきました。いや、何の報告？ガハッ。それで会長は分かりますよ。皆さんが一番気になっていること、会場にいる人どんな時計をつけていたのかってこと。会長もですね、気になってチェックしてきました。気づかれないように横目でチラチラ。分かんないですけど、挙動不審だったかもしれない。ガハッしたところ、思ったよりパテックつけている方いなかったんですよね。これには会長も一安心。肩身の狭い思いをせずに済んだのでほっとしましたわ。しかしですね、しっかりめにパテックしてた方いらっしゃいまして、会長が確認できた範囲では、ノーチラスのプチコン、アクアノート、カラトラバ、24年次カレンダー、この辺りを見かけました。しかもパテックをつけていた方は VIP 待遇で係の方と一緒に回られていまして、どうも地下に VIP しか入れないところがあるんだとか。羨ましい。とはいえ、とてもいいイベントだったので、そっちの話をしていきましょう。まず感想を一言で言うと、時計好きな人は全員行った方がいい。めちゃくちゃ楽しかったです。会長は絵が好きで美術館でやってる企画展たまに行くんですけど、今まで行ったどの企画展よりも楽しかったんじゃないかと思ってます。楽しすぎて結局2時間以上滞在してしまいました。それでボリュームも結構あって、ここで全部は紹介できないので、腕時計を中心に気になったものの話をいくつかしてみようと思います。まずは現行コレクションルーム。今売ってるやつが多分ですが全部あったんじゃないでしょうか。パテックフィリップのホームページでいつも眺めているのが揃っていて、至福のひとときでした。みんな大好きノーチラスもありましたし、勝手にヒカキンモデルと呼んでいる全面ダイヤのノーチラスもくるっくる回ってました。あと気になったのはワールドタイムとかクロノグラフとか。もうね、コンプリケーション系が欲しすぎる。ただ上級国民にならないと買えないのが辛いところですね。さて次はパテックフィリップミュージアムルーム。ここがすんごい。ジュネーブのパテックフィリップミュージアムに所蔵されているタイムピースが展示されていました。その中で気になったのは、まずは永久カレンダークロノグラフ。河村隆一さんがパテックといえば永久カレンダークロノグラフとおっしゃっていたので、しっかり見てきましたが、いいですね。パテックのザ・コンプリケーションって憧れますな。小ぶりなんですけど凝縮感があって最高でしたね。あとは巨匠ジルベール・アルベールがデザインしたモデル。パテックのデザインといえばカラトラバに代表される正統派のイメージですが、
この時計はアシンメトリーで曲線的なケースが独特で有名な一本です。これもアンティークウォッチを取り扱っているお店のホームページで眺めてましたが、実物はいいですな。そして個人的に一番見たかったやつが昔のワールドタイム。よくオークションでめちゃくちゃ高額で取引されるのを見ましたが、実物見たら気絶しました。もうね、針の質感がすごい。めちゃくちゃ分厚くて形も凝ってるし、これ見たら現行の針ペラッペラですわ。よく思うことですが、この辺の時計見たらアンティークに走りたくなるんですよね。昔の時計の方が味わいがあっていいよね。さて、そして歴史的オーナーコーナーからはビクトリア女王の所有とされる懐中時計です。青い尻尾がひときわ目を引く時計でしたね。とても上品で優雅な一品。まさに王族が持つにふさわしい時計ではないでしょうか。しかし一つ気になったことがあって、一体どうやって女王陛下の時計がご可視されたのでしょうか。さて、続いてはハンドクラフトルーム。ここは職人技がピッカピカ光りまくってるエリアで、時計というよりも芸術品、目の保養でした。その中でもいいなぁと思ったのがこれ、ゴールデンエリプスの黒輪染めバージョン。描かれているのは宇田川広重の名所江戸百景から目黒太鼓橋夕日の丘。青と白のグラデーションがすごく綺麗で見入ってしまいます。この色合いとホワイトゴールドのケースと針がすごくマッチしていますよね。お次はマスターオブサウンドルーム。ここにはたくさんのミニットリピーターがありました。その中に今回のイベントで発表されたスペシャルエディションのミニットリピーターワールドタイムがありまして、これまたすごいんですけど、この辺まで来ると感覚が麻痺してきて、すごいんだけどもう普通になってきちゃってます。よく考えてみてください。その辺にゴロゴロミニットリピーターが置いてあるわけですよ。完全にバグりましたね。とはいえ、この東京2023スペシャルエディションは綺麗でした。東京の中心部の地図が黒輪染めで描かれていて、全体的に調和の取れた色味でいいですね。さて、あとはマニュファクチュールルームが思ってた以上に楽しかったんです。ムーブメントとかケースの製造工程が展示されていたり、いろんなムーブメントが表と裏を見れるようにくるくる回せるケースに入っていたり、しかもすごい量のムーブメントが展示されていたんですね。それがすごい楽しかったです。普段ムーブメントなんてあまり見れないじゃないですか。ああいう展示ってすごく良かったですね。それでやっぱりクロノグラフのムーブメントは気になりましたね。クロノグラフ欲しい。あれ見たら欲しくなりますわ。では最後にスーパーコンプリケーションルームの話をしようと思います。ここには有名なキャリバー89とかスターキャリバーとかパテックフィリップが誇る超絶複雑機構を積んだ時計が展示されていました。その中でも気になったのは、いやどれも超絶有名なモデルですが、気になったのはグランドマスターチャイムですね。もはや腕時計と言っていいのかよくわからない時計でした。でかい、厚い、くるくるする。この時計は2014年に創業175周年を記念して製作されたモデルで、限定7個のみ製造されたそうです。機能的には20個の複雑機構が積まれているそうで、パテックフィリップの本気を感じました。というわけですごく楽しんできたエキシビジョン。これは行く価値あります。しかしあの夢のような空間にいると自分も上級国民になった気がしましたが、会場から一歩出ると少し虚しい気持ちになったりしました。しかし今パテックフィリップの時計って新規でどうやって買えるのでしょうか。他の人の動画なんか見ると基本的には何年来のオーナーしかオーダーできないとか言われていたり、デパートで爆買いして外商カード作ってそれで声がかかったっていうのも見ましたけど、知っている方いたらぜひ教えてください。とにもかくにもパテックなんて夢のまた夢の会長は会場で売っていたカタログを買い、日本ユネスコ協会連盟に3300円寄付して社会貢献したつもりになって帰ったのでした。